はい、どうもこんにちは。この動画では大腰筋に対するアプローチを紹介していこうと思います。大腰筋っていうのはこのお腹の奥にある大事な体幹の筋肉なんですが、すごく深いところにあるので取り扱いが注意です。で、大体3箇所僕がアプローチするところがあるんですけど、上、真ん中、下ぐらいに分かれてます。上からのアプローチやちょっとおへその場所を教えてください、指で。この辺りが、この辺りからやるんですけど、この真上からやっちゃうと腹筋があるのでなかなかいけないので、ちょっと首上げて、そうすると腹直筋の際があるので、腹直筋の際から指を入れていきますけど、この上からやるとまた大腰筋ないので、おへその辺りまで沈んでいくイメージでいきます。でも大腰筋の前には内臓がいっぱいあるので、ギュッてやっちゃうとこの患者さん側の人がお腹がギュッてなるので、沈む時はゆっくり入ってください。お腹の奥ですね、背骨の前側に行くような感じで。で、これが大腰筋かなってわからない時は、患者さんがお客さん側にゆっくりこっちの膝曲げてください。ゆっくりしないと、これギュッてやっちゃうお客さんだとお腹激痛になっちゃうので、ゆっくり上げてもらうと、この奥の大腰筋の収縮っていうのはこの指に伝わるはずです。で、上げる時のポイントは、この足を浮かしちゃったらまた痛いので、すり足的な感じでゆっくり上げてもらうのが大事です。で、大腰筋って深いところにあるので、あんまりグリグリできないです。マッサージとか筋膜リリースみたいに。じゃあどうやって刺激を入れたらいいかっていうと、患者さん側に膝内側に倒してもらうとか、で外側に倒してもらうとか、こうすると大腰筋にストレッチとか収縮が入るので、ここの指止めたままでこっち側に動かしてもらうと自然と刺激が入ります。ゆっくり伸ばしてください。これ1箇所目、おへそのレベル、腹直筋の横から斜めに入る。2箇所目がこの ASSI っていう骨盤のラインがあります。ここから入っていきます。大腰筋がこういう感じで走ってるので、こういきますが、注意点は同じで、ゆっくり入ること。で、ここに鼠径靭帯っていう大事な靭帯があるので、鼠径靭帯、この骨盤のラインより下には行かない方がいいです。すごく脆いとこなので、腸ヘルニアとかになりやすいとこなので、ここはゆっくり入ります。これも同じ、ゆっくり入る。で、やることは一緒です。ゆっくり入ってから、これ大腰筋かなって思ったら、ゆっくり足曲げてください。で、ここもグリグリできないので、ゆっくり内側に倒したり、で外側に倒したり。で、だんだん指に伝わる感覚がソフトになってくるので、それがワークが効いてるっていう証拠です。はい、真ん中伸ばして、そして入る時大腰筋ゆっくりだったけど、抜く時もゆっくりです。ここ奥に入ったものを急にバンってやっちゃうと、それこそまたうってなっちゃうので、抜く時もゆっくり。3箇所目、小天使というところです。 ASIS っていう出っ張りがあります。小天使、本当は奥の方に隠れてるんですけど、足外転させます。だいたい30度ぐらいで外旋もかけます。外転かけて外旋させると、小天使っていうのが ASIS からだいたい下側に出てきます。ボコってなった時は。で、あんまりよくわからない人は大腿動脈っていう動脈があるので、大腿動脈から外側に行くとこのボコッとしたものがあります。 ASIS の彼の場合だとほぼ垂直にした、ちょっと斜めってますけど、ここにあります。で、ここはめちゃくちゃ深くないので、止めたままでもいいし、さっきこことここでやった止めたままでもいいし、ちょっと汚れを剥ぎに行くような感じでも大丈夫ですが、ここは血管とか神経とかが近いので、そんなグリグリしない方がいいです。ちっちゃい点を硬い方にそぎに行くような感じで大丈夫です。で、緩んだ感じがあるので、復習をしとくと、おへそのライン、腹直筋の外側からゆっくり入る。ASIS のラインから、大腰筋がこう走ってるので、こういくと。注意点は鼠径靭帯よりしか下には行かない方がいいです。3箇所目、小天使、外転30度ぐらい、外旋かけます。そうすると、ほぼ ASIS の下に出てきますと。で、大腿動脈より外側に行くと小天使が出てきますと。こんな感じで僕は大腰筋のアプローチをします。で、このチャンネル、この動画が面白いと思った方は、高評価、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。